こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python 入門第2回。コラボの AI 機能とプリント関数についてお送りします。Google コラボラトリの起動は、こちらの URL を入力して表示してください。この画面より新しいノートブックを作成したり、既存のノートを開くことができます。また右下のキャンセルボタンを押して、この画面を閉じることもできます。今回は新しいノートブックを作成して説明を続けていきます。新しいノートが開かれると、左のような画面となります。この画面はリリースノートを表示していますので、ノートブックタブを押して右図のような画面としてください。画面を切り替えコードセルを表示すると、このスライドのように、コーディングを開始するか AI で生成します、と表示されます。通常は、このコードセルにプログラミングコードを入力して、実行ボタンをクリックして結果を表示します。ここで AI 機能を使うには、生成の文字に AI のリンクが貼られているので、ここをクリックして、プロンプトを入力することができます。プロンプトとは、促す、指示するといった意味を持つ言葉で、生成 AI の領域では、AI に対して与える、指示や質問を指します。つまり AI に対しての質問を意味します。この AI リンクをクリックすると、このようにプロンプトを入力する画面が表示されますので、例えば、文字列や数値を表示する方法を教えて、と入力しエンターキーを押すと、このように AI が答えてくれます。この例では、A に100を入れて、それをプリント関数で表示する例を示しています。また、その下には B にハローワールドの文字列を代入して、プリント関数で表示する例を示してくれました。出力されたコードセルを実行すると、下のように結果を表示してくれます。もう一つ AI に答えてもらいました。ここでは、プリントの使用例と解説をお願いします、と入力しエンターを押しました。すると、このような回答を得ることができます。冒頭部分は、先ほどと同じですね。A=100 の A は数値を代入する変数です。変数は数値や文字列を入れる箱のようなものと考えてください。その下のプリント A の続きにハッシュタグを使用して解説が書かれています。ここでは出力が100であることを示しています。また同様にプリントの出力がハローワールドとなることを示しています。変数に名前を付ける規則、例名規則について説明します。変数名は基本的に英字、数字、アンダースコアで構成されています。変数名の最初の文字は英字またはアンダースコアでなければなりません。また Python の予約語、例えば if、for、while などは使用することはできません。大文字と小文字は区別されます。例えば小文字で始まるネームと大文字で始まるネームは異なる変数として認識されます。こちらに変数名の使用例の良い例を示します。良い変数名の使用方法としては、アンダースコアや分かりやすい単語などを使用して構成すると、後でその変数の意味を解釈するのに容易となります。また最初の単語を小文字にし、それ以降の単語の先頭を大文字にする形式のキャメルケースや、単語をアンダーラインで区切るスネークケースなどの方法を使用すると、変数の意味を分かりやすく使用することができます。変数名の使用例として悪いケースを示します。例えば、数字で始まる変数名はエラーとなります。また Python の予約語を変数として使用する場合もエラーとなります。意味が不明瞭な変数名として、A や B などの意味を捉えがたい変数は避けた方が良い場合があります。それではプリント文についてもう少し詳しく AI に答えてもらいましょう。プロンプトとして、プリントを使用して複数の値を表示するには、と入力しました。すると、このように回答が得られました。それでは、回答を見ていきましょう。4行目のプリント関数では、括弧内にカンマで区切って数値を並べています。実行すると結果は、括弧内の数値が空白で区切られて1のように表示されます。次に SEP を使用して値の間の区切り文字を変更する方法について、例を示したのが7行目となります。7行目の文では、プリント関数内に4行目と同じように数値を並べていますが、最後に一重引用符 SEP イコールカンマプラス半角スペースを書いています。
すると出力は2のような形となり、データ間はカンマプラス半角スペースとなっています。3つ目の使用例は、10行目のエンドを使用して行末の文字列を変更する例を示しています。この例では、エンドイコールダッシュダッシュ n マーク n と書かれています。この例では、3のように行末文字として、ダッシュダッシュと表示した後、n マーク n により改行していることがわかります。このような特殊文字のことをエスケープシーケンスと呼びます。プリント関数では、SEP とエンド引数を使って出力の形式を制御できます。これらの引数は、出力される値の間に何を挿入するか、出力の最後に何を追加するかを指定するために使用されます。SEP 引数は、複数の値を出力する際に、これらの値の間に挿入される文字列を指定します。デフォルトとしては、スペースが使用されています。1の例では、プリント関数で SEP が設定されていないので、半角スペースが区切り文字として出力されます。2の例では、SEP がカンマですので文字列の間はカンマで区切られて出力します。3ではコロンが区切り文字として使用されます。エンド引数について説明します。この引数は、出力の最後に追加される文字列を指定します。デフォルトでは、改行文字バックスラッシュ n が使用されます。1、2の例では、エンド引数がないのでデフォルトの改行が指定されます。3では、エンドイコールダブルコーテーションとなっていますので、この場合は改行なしとなります。エスケープシーケンスには、こちらに挙げるようないろんな機能があります。例えばタブを使用したい場合は、バックスラッシュ n のように書きます。次に変数と文字列を組み合わせて表示する方法についても回答してもらいました。14行目から17行目にかけては、変数ネームにアリスを英字に35を代入して、それを17行目で表示しています。プリント関数で文字列を表示する場合は、ダブルコーテーションまたは一重引用符、シングルコーテーションを用いて文字列を直接入力するか、変数を用いて表示する方法があります。この例では文字列 myname is と表示し、次に変数ネームの内容アリスを表示した後、文字列 &iam の後に、変数英字の内容30を表示し、最後に文字列 years old を表示しています。同じ表示方法として、f ストリングやフォーマットメソッドを使用すると、変数の設定をより便利に使用することができます。20から21行目は、f ストリングを使用したより読みやすい方法を示しています。21行目のようにプリント関数の中で、ダブルコーテーションの前に f 文字を書くと、ダブルコーテーション内の、はじめ中括弧終わり中括弧内の変数は、文字列に変換されます。また、フォーマットメソッドを使用する方法についても、24行の文のような使用方法を示しています。フォーマットメソッドを使用すると、文字列の中に、はじめ中括弧終わり中括弧を入れ、ドットフォーマットと書き、その中に、はじめ中括弧終わり中括弧と対応する変数名を並べて実行すると3のように表示されます。こちらは、改行を含む文字列の表示方法を示しています。変数マルチラインストリングに文字列を代入するとき、ダブルコーテーションを3つ連続して書いた後に、改行を含む文字列を書きます。そして、最後はダブルコーテーション3つで終わります。そして9行目のようにプリント関数でマルチラインストリングを出力すると、改行を含む文字列を出力できます。コラボの AI 機能は、コードセルより呼び出し使用することができますが、例えば、ノンの意味を教えてとコードセルで入力すると左のように出力されますので、AI の回答がプログラムコードでない場合には、エラー表示となります。そこでこのような質問をする場合には、ジェミニボタンを押して右のようにプロンプトを入力し結果を得る方が分かりやすい回答を得ることができます。